本当にありがとうございます。質問ね、たくさんいただいてて、カドンさんはご両親に息をするように褒められて、not イコール期待とセットの褒めではなく、育ったのに、ご両親に息をするように褒められて育ったのに、なぜ私はすごいとか、あれもこれもできるって思うようにならなかったのでしょうか。褒められて調子に乗っちゃったり、過信したり、がっかりしちゃう人が多いと思うんです。自分を超えたところへの信頼はあるけれど、自分というキャラクターには期待できるほどできることはないとおっしゃっていましたが、ご両親の称賛のシャワーをどのような気持ちで浴びていましたか？というご質問をいただいてありがとうございます。なんかさ、もうそれだけ息するように褒められると、むしろすごいって本当言う必要がないっていうかさ、多分いいんだよねみたいな、多分いいんだよねみたいな気になってるわけで、安心して一番素で入れるっていうか、素でこのままでもいいっていうはずで聞いておりますがみたいな、大丈夫、これで大丈夫という認識ですがみたいな感じなわけで、あとなんかやっぱり現状を打破したいっていうので、学び始めたっていう人に、その何がきっかけで学び始めたんですかっていうのをよく聞かれるわけ。小学生の時に学び始めたのはなぜって。でこれね、ここに一つ答えがあるんだけど、私このすごい称賛というかさ、わあもう素晴らしい、ちいちゃんいいね、ちいちゃんが考えたんだったら間違いないみたいなさ、そうやって育てられて小学校入ったじゃない。で小学校入ったらもうびっくりするほど箸にも棒にもかからないわけじゃないそんな褒める人なんて誰もいないし、なんか家の中では誰も、母も父も誰もが全員唯一無二だっていう感じがしてたわけ。誰にも比較されない。でも小学校に行くと急にもう1時間目から全部比較が始まるっていうかさ、隣の人との比較だし、なんか来年はこういう風になりましょうみたいな、来年との比較が始まりますかみたいなさ。でこのなんかこう全員唯一無二でいいんじゃないんだ、比較があるんだとか、それこそさ、その時間を守らないといけないんだ、遅刻しちゃいけないんだみたいなとか、全てがこう圧倒的に3次元のルールがこうバーって洪水のように入ってきたわけ、小学校の時に。でこれも結構アイデンティティが崩壊するよね。なので小1の時になんかこれはどうしようなんつうの、どっちが正しいっていうか、心ではこの家の中での価値観とか私が受けてるこのナチュラルにもそのままでいいっていうのが当たり前だって分かってるんだけど、でもそれがひとたび家出ると通用されないっていうさ、それにその乖離を統合したくて、このなんつうの、宇宙の法則だったりとか、人はどうやったら幸せになるのかとか、人はそもそもどういう存在なのかとかいうことを学び始めたんだよね。だから自分の家の感覚っていうのはある意味宇宙的ソース的な目線でいつもこう見てもらっている。でも一方で学校っていうのは三次元的地球的な目線でこう見られる。でこの感覚を統合していくっていうのが私のこう小学校からのこう道のりで、そのさ、この両方を知っているからこそ、この両方を知っている感覚を生かして、でもこの地球の周波数に飲まれるじゃん。学校行ったり受験したり仕事したり友達関係でトラブったりとかすると。でこれ飲まれる時にどうやってこっちに戻るのかっていうノウハウが両方知ってるからこそこう蓄積されていって、こういう視点だったら戻れるわとかさ、この言葉だったら戻れるわみたいな。でそれをこうお伝えしたりこう話をしたりっていうところが大きいかなって思うんだよね。そうなんです。であとね、そうだね、魂の成熟多分それも一つ自分の役目として決めて、そういう環境設定で生まれてきてるんだろうね。でそういうことを知ったかったんだろうね。そう思います。であとね、もう一つ別の質問ね。子供にや旦那さんにはすごいと思ったことを褒めたり感謝の気持ちを伝えたり
できているのですが、おかげで家庭円満です。いいね。久しぶりに会った先輩やお母さんには、照れてうまく伝えることができません。ありがとうございますも目線外しちゃったり、もっと素敵なところを褒めたいのにいい言葉が出てこないし、愛のある会話をしていたいのに人の噂話で盛り上がったり、愛でいたいけどうまくいきませんっていう、ご質問をいただいたんですけど、もうでもさ、本当に、まずはさ、この愛でありたいっていう気持ちでいるということの価値、これ本当にこの意図が感情が波となって相手のハートに届き、こんな近い距離でお茶してたらどんだけその愛のエネルギーが届いてるかってなんか思うとちょっとなんで涙ぐむのか分かんないけど、素晴らしい貢献なんですよ。なので子供とか旦那さんとかには本当に気楽にさ、なんて本当に思ってるし、こう言ったらなんて思われるかなってのは考えずにポン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 気楽に言えるじゃん。でもこう久しぶりに会った人ってさ、誰でも緊張するよね。でなんか急に褒め出したりっていうかさ、いつもいいなって思ってることだけど、でも口をついて急に言ったらなんか変だなって思われちゃうかなとかってさ、ちょっと飲み込もうとしたりさ、で逆に変なこと言っちゃったりってあるじゃない。でもこのハートの振動は全部伝わってますから、どんなになんか変なこと言ったり空回りしてても、心開いて愛であったっていうのはもう相手のハートには届いているし、相手の魂は分かっている。だから上手に話せなかったり笑い話にならなかったり、ついつい噂話で盛り上がっちゃったりしても、でもハートは開いて愛でありたい、あなたに愛を送りたいっていう風に思ってるっていうことは全部伝わっているので、何にも心配しないでいい。で、私よく言ってるのはさ、なぜか涙が出てくるの、なぜだろう、なんかこのみんなのあれかな、一番得意なところからやろうよ。一点突破全面展開って言ってるんだけど、例えば私は家族に、旦那さんに愛を伝えたり、子供たちに愛を伝えたりっていうのが多分得意で、それ以外の人たちに愛を伝えたりとかっていうのはまだまだ不得意だし、あと仕事でなんかこう愛を伝えたりっていうのはその家族に比べたらまだまだ不得意だし、苦手な家事で愛を伝えるとかもう全然不得意だし不得意なことの方がたくさんあるの。でも一点でいいの。なんか旦那さん起きてきたらおはようとかさ、子供たち起きてきたらおはよう、今日も可愛いなとかさ、おりんご食べる、向こうかとかさ、これが家の中だけでやって何の意味があるかと思うかもしれないけど、このエネルギーが地球の果てまで届くんだよね。でこのエネルギーで自分のさ気持ちがさどんどん上がっていくじゃない、愛の波長というかさ。でその波長になっている時間が長ければ長いほど、他人に会った時にまたその波長はさノイズが入るんだけどね、緊張とかなんとかってノイズが入るんだけど、また元の愛の波長に戻れる力が強くなっていくから、いつも大事なところで大切な人に言葉が詰まってしまって不義理をしてる。いやね、このね言葉が詰まるのも私で言えば詰まらされてるなって思うの。詰まってるっていうよりかは詰まらされてる。同じこと言ってる、もう一回。それはね必然な間だったり、その時間に相手がいろんなことを考えていたり、あとはこれじゃないって何か自分の大いなる源からこれじゃないよってその言葉を回収させられてたりとかするんだよね。そう一点でいいのよ。でその本当になんつうの、結局その振動ですからね。同じこと言ってるけど。でそうだから例えば私よく旦那さんにそういうことを言ってるから、そういう発信をしているけれども、それはカノンさんの一点なんだなって思ってもらって、で私の一点は例えば今日のこの
お花にさ、お水をやってさ、かわいいなっていうことが言ってんかもしれないじゃん。なんか、洗濯物を入れてさ、なんかこの洗濯物を入れて畳むのも愛おしいなって思うのが言ってんかもしれないじゃん。旦那さんには、なんか、うまいことも言えないし、うまいこと言いたくもないけど、でも、この一点はあるなったら、だってこの全てがエネルギーですから。旦那さんも洗濯物もお弁当もお花も全てがエネルギーですから、どのエネルギーを振動させるかの違いです。一番大好きな旦那さんに一番素直になれなくて、これはもうその通りなんです。これは素直に一番近い人にこそ自分が持っている思い込みみたいなものとかっていうのが一番投影されるんだよね。だからさ、私この間旦那さんにちょっと相談したわけ。そしたら旦那さんこれどう思うってプライベートのことで相談したらね、知らないっつって、知らないっていうのが軽かったんだけど、おい、知らないってどういうこと？次から私も知らないって言おうかっつって言ったら、ごめんなさいっつって言ってたんだけど、で笑ったんだけどさ、私今確実にムッとしたなと思ったの。で、なぜ知らないって言われてムッとするのか。知らないっていう言葉自体にはさ、フラットな言葉でしょ。別にネガティブとかポジティブっていう色はついてないよね、地球上で。でも私がそれをイラッとしたっていうことは、なぜ、知らないでイラッとしたのかってノートに書き始めたわけ。そしたら、興味がない感じがするって。なるほどなるほど。でその次出てきたのが、一緒に背負う気がない感じがするって書いてあったわけ。背負う気がないって、そもそも私背負ってると思ってんだと思ってさ。でこの背負っているというこの世に重荷なんてなくて、重荷と解釈するその解釈があるだけだとすると、私のがこの今プライベートの相談をした時のこれが重荷であるというふうにして感じているのを、そこを軽くする必要があるなっていう思ったんだよね。でそこを軽くしていくと何が起こるかというと、なんつうの、自分がこれを重荷に思っているけれども、よく考えるとそれを義務感だったりとか、これをやらなきゃいけないとかっていうふうなことを思っている、これってこうエゴの視点でキューってなってる時でしょ。で本来ならば何も義務感なんてないし、やらなくてもいい、やってもいい、何でもいいって思うとすると、この知らないも重荷を背負わない言葉にはではなくなるんだよね。で私これをずっとノートに書いてる。そう、やってもやらなくてもいい、何でもいい。でいやでもこれをやらなければっていうふうに思う私もいいし、で思わなくてもいいし、どっちでもいいって思うと、全てが命の先どころだなと思って、これが重荷でないんだとしたら、別に私も重荷でないし、旦那さんも重荷でないし、でこれどう思うって言ったら、知らないって言われたら、だよねってなるんだよね。でここの知らないって言われた時にムッとする自分のこの思考をこうノートで掘り下げていくっていうのをね、そうやってたの。そんなことをこうやっていると、旦那さんって一番自分の思い込み、私これすごい重荷に感じてるんだっていうことを教えてくれる人、それがなければ気づかないことを教えてくれる人なので、すっごい大事なんだよね。でだし、その自分の思い込みを一番こうなんていうの、表してくれる人なので、ついちょっとムッとしちゃったりとか、ありがとうとか言えなかったりとかっていうことはいつもあるの。いつもあるの。そうだから、いいよね。なんかすごい私のために存在してくれてありがとうっていうか、私の内側をどんどん軽くするために、時には私にムッとされたりしながら、命をもう満開に咲かせてくれてありがとうっていつも思ってる。本当だから、もうムッとしてもそこに愛があるし、そこに軽さを突破する扉があるみたいな感じです。それではまた皆さんお会いしましょう。じゃあねー。